はい、こんにちは、むっちんです。今回はですね、前回の動画で撮ったこのカレイを5枚におろしていこうと思います。魚を5枚におろしてみるのは今回が初めてなんですけど、できる限りうまくできるように頑張ってみようと思います。それではまずは捕獲映像からご覧ください。僕はいつもこんな感じで海に潜って森を使って魚を取っています。こんな感じで魚つきの動画も上げているので、よければ見てもらえると嬉しいです。ここにカレイがいますね。よーく狙ってヒット。はい、というわけでこんな感じでカレイが取れました。よく見るとですね、この辺が怪我しているので、ここがちょっとさばきづらいかなと思うんですけど、ちょっと頑張ってみようと思います。じゃあ早速それではさばいてみたいと思います。ちょっと失敗する場面もあるんですけど、それも含めて参考にしてもらえると嬉しいです。まずはいつも通り頭を落としていきます。 V 字型に落とすと身を無駄にしなくていいのかなと思います。内臓の部分はできるだけ潰さないように切っていきます。これで頭が取れました。そしたら内臓の部分を洗っていきます。血合いの部分にも包丁を入れて洗っていきます。今回はですね、僕が調べた中で一番簡単そうなさばき方で進めていくんですけど、まずは尻尾と縁側の部分に切れ目を入れていきます。外側に切れ目を入れておかないと、内側からさばいていった時にゴール地点がわからなくなると思うんですよね。なので初めてさばく方はですね、切れ目を入れておいた方がいいと思います。はい、こんな感じで両サイドに包丁を入れたら、次は真ん中の骨に沿って包丁を入れていきます。そしたら包丁を少し斜めにしながら外側に向かってさばいていきます。この時なんですけど、左手で少し身を起こしてあげながら骨をなぞるように包丁を入れていくとやりやすかったです。いい感じだな。おお、いい感じ。骨をなぞるように身を剥いでいくといいですね。こんな感じですね。じゃあ反対。内臓側の部分はですね、こんな感じで少し膜みたいなのがあって結構力が必要でした。
失敗するとですね、こんな感じで身を取り損ねてしまうので注意が必要です。ちょっと腹骨が邪魔だな。この変形した部分がやりづらいですね。ちょっといいよ。よいしょ。よいしょ。よし、一応取れた。おお、まあまあうまくいったんじゃないでしょうか。じゃあ次反対です。よいしょ。反対側も同じようにさばいていくんですけど、片面の身がなくなった後の魚は結構薄くなるので、表面よりだいぶさばきづらい感じがありましたね。手前の部分はですね、なかなか包丁が入らずズタボロになってしまいました。ちょっとやりづらいですね。やっぱりここが硬いな。するとここでですね、少し力を入れすぎたみたいで骨を貫通してしまいました。そんなに力を入れた感じもなかったんですけど、なかなか加減が難しいですね。どうしようかな。ダメか。包丁の角度が甘いとですね、こんな風に身を取り残してしまうので、かなりもったいないです。僕的には残った身を後で削ぎ落として食べるのも好きなんですけど、やっぱり綺麗にさばいてみたいですね。あ、この辺とか身がいっぱいついちゃった。じゃあまた反対側。やっぱり反対側もこの部分がうまく取れないですね。反対側って難しいな。なんだ。内臓かな。こんなのがついたままだった。よいしょ。ほとんど身がない。よし、これでいっか。はい、こんな感じになりました。こっちはうまくいったんだけど、反対側が結構ズタボロでしたね。身が薄くなってくるとやっぱりやりづらいです。よし、ここまで来たらいつも通り皮を剥いで、あとはいつもの魚と一緒ですね。皮を剥いで食べやすい大きさに切ったら完成です。よし、いい感じですね。ここに腹骨があるな。ちょっと腹骨を取るのを忘れていたので、それだけ後で取りました。さあ完成です。こんな感じですね。
まあまあ身が取れたんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回初めてカレイを5枚におろしたんですけど、まずうまくいったんじゃないかなと思います。はい、それではですね、自分でさばいたカレイを食べてみようと思います。じゃあいただきます。美味しい。カレイの刺身は初めて食べたんですけど、甘みがあって本当に美味しかったですね。あとやっぱり自分でさばいた魚っていうのは格別に美味しい気がしました。はい、というわけでですね、今回は取れたてのカレイを初めて5枚におろしてみました。今回はちょっと失敗も多かったんですけど、この失敗も含めてですね、参考にしてもらえたら嬉しいです。というわけでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。大成功です。